のささやきの朗読やこれは俺が毎年ゴールデンウィークになると言っていた祖父の山での話だ。祖父は山を一つ持っていて完全な私有地で、周りには他の家もない。車で山道を1時間くらい登ってやっと着くような場所に祖父が建てた小さな山小屋がある。ゴールデンウィークになると俺はそこに行くのが毎年の楽しみだった。昼間は山の下を流れている川でバーベキューをして酒を飲んで、俺は川に入って泳いだり魚を捕まえたりして遊んでいた。その時いつも一緒に来ていたのが俺の愛犬のジャーマンシェパードのアッシュとハクだ。アッシュは体も大きくて気が強くていつも俺の前を歩く犬で、ハクはアッシュより少し小さくておとなしくていつも俺の横にいる犬だった。昼間は川で一緒に遊んで肉を焼けば隣に座って待っていて、本当に毎年同じで毎年楽しい。でも子供の頃からその山に行くたびに祖父に一つだけ言われていたことがあった。夜になったら犬を外に出しておくなって。最初にそれを言われたのは俺がまだ小学生くらいの頃だったと思う。なんでって聞いたら祖父は少し黙ってから、夜に外に出しておくとな、朝にはいなくなってるんだって言ったんだ。冗談っぽく笑いながら言ってたけど、祖父は山に行くたびに夜になると必ず同じことを言った。犬は中に入れろよ。絶対に外に出しておくなよって。理由を聞いてもちゃんと教えてはくれなくて、昔からそうなんだ。いいから言うことを聞けって、それしか言わなかったんだ。俺はずっと山だから野生動物でも出るのかな。そのくらいにしか思っていなかった。だから毎年夜になると、アッシュとハクは山小屋の中に入れて一緒に寝ていた。そして今年のゴールデンウィークもいつも通り祖父の山に行った。昼間はいつも通り川でバーベキューをして酒を飲んで犬と遊んで、何も変わらないいつものゴールデンウィークだった。でもその年はいつもと一つだけ違うことがあった。異常に暑かったんだ。山の上だから夜は涼しいはずなのに、その日は全然気温が下がらなくて、山小屋の中に熱がこもって暑くて全然眠れなかった。祖父の山小屋にはエアコンなんてなくて、扇風機はあったけれど生ぬるい風が回っているだけでとても寝られるような暑さではなかった。だから俺は持ってきていたテントを外に立ててそこで寝ることにしたんだ。外の方が風があって涼しかったから。でもそのテントは一人用に近いサイズで、アッシュとハクと俺、三人で寝るには少し狭かった。だから俺はテントの入り口のところに紐をつないで、アッシュとハクは外で寝かせることにした。その時一瞬だけ祖父の言葉を思い出した。夜になったら犬を外に出しておくな。でも、まあ一晩くらい大丈夫だろって、その時は本気でそう思ってた。アッシュとハクもいつも通り地面に丸くなって静かに寝始める。夜の山は本当に静かなんだ。虫の声と遠くの川の音しか聞こえない。スマホも圏外で周りに人の気配も何もない。真っ暗で空だけがやけに明るくて星がすっごく見える。俺は川遊びと酒で疲れていたのもあって、テントに入って少ししたらすぐに眠くなってそのまま寝てしまった。どれくらい寝たのかわからない。でも突然で、アッシュのあんなに大きい声初めて聞いた。続けてハクも吠え始めた。ただの吠え方ではなかった。
威嚇する時の低くてうなるみたいな吠え方だったんだ。俺はそこで目が覚めた。テントの外でアッシュとハクがずっと何かに向かって吠えていた。時間を見ると朝の4時過ぎだった。でも外はまだ夜みたいに暗い。その時、犬の吠え声に混じって何かの声が聞こえた。それは猿みたいな声だった。でもこんな山の奥でこんなに低い声で鳴く猿なんて今まで一度も見たことがなかった。俺はテントの入り口を少しだけ開けて外を見る。そして見てしまったんだ。アッシュとハクが吠えているその先に何かが立っているのを。俺はテントの入り口を少しだけ開けて外を見た。最初は暗くてよく見えなかった。でもアッシュとハクが吠えているその先に確かに何かが立っていた。人間じゃない。でも四つ足でもない。暗闇の中に黒い大きな影が立っていた。その影はゆっくりと左右に揺れている。まるでこっちを見ながら様子を伺っているみたいに。その時また声が聞こえた。やっぱり猿みたいな声だった。でも普通の猿よりずっと低くて、喉の奥を潰したみたいな変な声だった。アッシュは前に出て歯をむき出しにしてうなっていた。ハクはテントの前から離れないでずっと吠えている。俺はテントから少しだけ体を出して目を凝らしてみた。そいつはゆっくりと一歩前に出てきた。月の明かりが当たって姿が少しだけ見えた。それはでっかい猿だったんだ。でも普通の猿じゃなかった。異様にでかい。立ったままの状態で多分2メートル以上あったと思う。腕も長くて地面につきそうなくらい長かった。体は猿なのに立ち方が人間みたいだったんだ。そいつは少し前かがみでこっちを見ている。その時アッシュが一歩前に出る。それに反応するみたいにそいつも一歩前に出る。その瞬間、月明かりが顔に当たった。俺はそこで気づいてしまった。そいつの目がおかしかったんだ。最初はよくわからなかった。でもよく見たら目がやたらと多い。2つじゃない、3つでもない。顔に目が6つあったんだ。左右に3つずつ、ブドウみたいに目が並んでいた。その目が全部バラバラに動いている。2つはアッシュを見て、2つはハコを見て、残りの2つはテントの中の俺を見てたんだ。そこでもう一つ気づいた。そいつの顔に鼻がなかったんだ。そして口もなかった。本当に目だけしかついてなかったんだ。俺がそれに気づいた瞬間、アッシュが飛びかかった。それはものすごい速さだった。一瞬で間合いを詰めて、そいつの腕に噛みついた。すると次の瞬間、そいつが叫んだ。猿の声じゃなかった。人間みたいな声だったんだ。でも人間が出せる声じゃないくらい大きくて、山の中に響くくらいの声だった。そいつはアッシュを振り払おうとして腕をブンブン振り回した。でもアッシュは離れなかった。そのままものすごい力で噛み続けた。ゴキッって音がして骨が砕けた音だった。次の瞬間、ブチッって音がしてアッシュがそいつの腕を噛みちぎった。腕が地面に落ちる。黒い血が地面にドバッと落ちた。でもそいつは倒れなかったんだ。腕がちぎれているのに残った腕でアッシュを掴んだ。その時初めて見えた。そいつの腹が縦に裂けたんだ。いや、裂けたんじゃない。最初からそこに口があったんだ。腹に口がある。それは人間の頭がそのまま入るくらいの大きい口だった。その口がゆっくりと開く。そして中に見えたのは歯だったんだ。
それも全部人間の歯みたいな歯だった。その腹の口でそいつはアッシュの首に噛みついた。アッシュが初めて悲鳴みたいな声を出す。そしてハクが狂ったみたいに吠え始めた。俺はその光景をずっと見ていたが、俺は動けなかった。怖くて体が動かなかった。腹の口がアッシュの首に噛みついたまま、ゴリゴリって音がした。血の匂いがテントの中まで入ってくる。その時そいつの目のうちの二つがゆっくりと俺の方を見た。テントの中の俺を見たんだ。そして目が合った。次の瞬間、そいつがこっちに来る気がした。そこで俺は気を失った。気がついたら朝だった。鳥の声が聞こえて、川の音が聞こえて、昨日と同じいつもの山の朝だった。俺はテントの中で寝っ転がっていて、何があったのかすぐには思い出せなかった。でも体を起こそうとしてすぐに分かった。テントの入り口のところにハクが座ってじっとこっちを見ていた。その体にはべったりと血がついてた。そこで俺は全部思い出した。俺は慌ててテントの外に出る。そして少し離れたところにアッシュが倒れていた。もうアッシュは動いてなかったんだ。首のあたりの毛が血で固まっている。近づいた時点で分かった。もうアッシュは死んでいたんだ。首のところをものすごい力で噛まれて血がほとんど抜けていた。そのすぐ横に黒い塊が落ちてた。それは昨日アッシュが噛みちぎったあいつの腕だった。人間の腕より少し長いくらいの腕で黒い毛に覆われていて、指も長くて爪はナイフみたいに尖っていた。でもその腕のちぎれた断面からは赤い血が出ていて、ちゃんと肉の腕だった。夢じゃなかったんだ。ハクはアッシュの死体の横に座ってずっと動かなかった。時々アッシュの顔を舐めていた。その日のうちに祖父を呼んで事情を話してアッシュを火葬することになった。祖父は俺の話を聞いてもあまり驚かなかった。火をつけてアッシュを燃やしている間、祖父はずっと黙って山の奥を見ていた。そしてしばらくして祖父が小さな声で言った。あれを見たのか？俺が何も言えないでいると祖父は続けて言った。あれはな、この山の守り神みたいなもんだ。俺は思わず聞いた。守り神って、あれが？祖父は少し黙ってからこう言った。神様かどうかはわからん。でもな、この山には昔からあれがいるんだ。そしてなぜだか知らんが、犬がいるときだけに出てくる。そして犬を一匹連れて行くんだ。殺して食ってるのか、どこかに連れて行っているのかはそれはわからん。でも昔からずっとそうなんだ。祖父も昔、犬を連れて行かれたことがあるらしい。祖父の親父、つまり俺の曽祖父も同じことを言っていたらしい。夜は犬を外に出すなって。そして祖父は最後にこう言った。お前は2匹連れて行ったろ。1匹やられたってことは、もう1匹は身代わりがいたってことだ。その言葉を聞いたとき、ハクがアッシュの骨を埋めた場所の前で小さく遠吠えをした。その声は山の奥の方に向かってずっと響いていた。それから俺はもう祖父の山には行っていない。祖父に言われて、あの時アッシュが噛みちぎった腕は木の箱に入れて今も俺が持っている。俺を守って死んだアッシュの証だからだ。あれから何年も経つけれど、一つだけ不思議なことがある。アッシュの墓の前に行くと、ハクは必ず遠吠えをする。毎回同じ方向、山の方を向いて遠吠えをするんだ。まるで、ありがとうって言っているみたいに。
それとも今でもあいつがあの山にいるって分かってるのか。そして俺は今でも時々思い出す。あの時最後に目があったあいつの目。6つの目のうちの2つがずっと俺を見ていた。あいつは多分気づいている。あの時そこに誰がいたのか。そして俺は今も持っている。あの時アッシュが噛みちぎったあいつの右腕を。そのキャンプ場を見つけたのは、キャンプ場レビューをまとめている個人ブログだった。写真を見る限り、林間サイトで雰囲気も良く、料金もかなり安い。都内から車で2時間くらいの距離にあるのに、週末でも空きが多いと書かれていた。ただ気になったのが、レビューの数が妙に少なかったんだ。新しいキャンプ場というわけでもないのに、ネットの情報がほとんど出てこない。ブログの記事もどれも少し古かった。穴場ってやつじゃない？友人がそう言ってそこに決めた。山道をしばらく登った先にそのキャンプ場はあった。入り口に小さな管理棟があって古い木の看板が立っている。場内は思っていたよりも広くて区画も多かったが、実際にテントが張られているのは4組だけだった。受付で料金を払うと、管理人が場内の地図を広げながら説明をしてくれた。この辺りが平らで使いやすいです。水場とトイレはここ。夜は結構冷えるんで気をつけてください。一通り説明を聞いた後、管理人が地図を畳みながら、ふと思い出したように言った。あと、最近ソロの人多いんですよ。静かだから。今日も一人来てますよ。それが最初だった。指定された区画にテントを張って、一段落してから水場に行くと、先に一人使っている男がいた。年齢は40代くらい。背が高くて痩せている。深く帽子をかぶっていて、顔はあまりよく見えなかった。大きなバックパックと使い込まれた道具が並んでいて、慣れている人なんだな、というのはすぐに分かった。男はまな板を出して肉を切っていた。大きな肉の塊を黙々と小さく切り分けている。ソロキャンプにしては量が多いなと思った。クーラーボックスもやけに大きい。こちらが水を汲んでいると、男がこちらを見ないまま言った。ここって静かでいいですよね。人も少ないし。それだけを言うと、また肉を切る作業に戻った。包丁がまな板に当たる音だけが水場にずっと響いていた。トントン、トントンと妙に一定のリズムだった。夜になると本当に静かだった。騒いでいるグループもいないし、音楽を流している人もいない。焚き火の音と、たまに誰かが薪を動かす音がするくらいだった。そして夜中にトイレに起きた。テントの外に出ると、林の中は真っ暗で、ランタンの光が点々と見えるだけだった。他のサイトはもうほとんど寝ているみたいで、明かりも少なかった。でも、一箇所だけまだ明るいところがあった。それは昼間、水場で会った男のサイトだった。近くを通ると、またあの音が聞こえてくる。トントン、トントン。昼と同じ包丁の音だった。こんな時間まで肉を切るのか、と思って少し不気味だったが、ソロキャンプで夜更かしをする人もいるか、くらいにその時は思ったんだ。トイレから戻る途中、俺は少し気になって男のサイトの方を見た。男は座ったまま下を向いてずっと何かを切っていたんだ。ランタンの光で手元だけが明るく見えた。その周りには
ラップに包まれた肉の塊がいくつも並んでいた。昼間見た時よりも明らかに量が増えているように見えた。次の日の朝、早く目が覚めた。まだ他の連中は寝ていたので、俺は一人で水を汲みに行った。水場の近くから山の奥へ続く細い道があるのに気づいた。俺は散歩でもしようかと思って少しだけ歩いてみたが、すぐに林が深くなって、あまり人が入る感じの道じゃなかったので、途中で引き返した。キャンプ場に戻る途中、前の方から誰かが歩いてきた。あの男だった。山の方から戻ってきていた。帽子をかぶって昨日と同じ服で同じバックパックを背負っていた。ただバックパックが少し膨らんでいるようにも見えた。男は自分を見ると少しだけうなずいて、そのまま横を通り過ぎていった。だけどすれ違った時、少しだけ生臭い匂いがしたんだ。魚か肉か、そういう匂いだった。テントに戻って朝飯を食って、昼前には片付けを始めた。帰る準備をしていると友人がふと言った。そういえばさ、あのソロの人、車どこに止めてるんだろうな。言われてみれば、駐車スペースを見たが、それらしい車が見当たらなかった。もう帰ったんじゃない？俺はそう言ってその時はあまり気にしなかった。帰りに受付に寄って管理人に一応挨拶をした。ソロの人ってもう帰ったんですか？俺が管理人に言うと少しだけ考えるような顔をしてから言った。ああ、あの人ですか。いや、まだいると思いますよ。その時少しだけ意味がわからなかった。車、なかったよなって思ったんだ。だけど管理人は少しだけ笑ってこう言ったんだ。まああの人、毎週来てますから。だいたいいつもいるんですよ。そしてそのキャンプ場にもう一度行ったのは1ヶ月後だった。メンバーは前と同じ3人。特に理由があったわけではないが、予約が取りやすくて、静かで、料金も安い。結局またそこにすることにしたんだ。山道を登って入り口の看板が見えたとき、少しだけ嫌な感じがした。理由は自分でもよくわからなかったが、あのソロキャンパーのことを思い出していた。受付で管理人に名前を言うと、管理人は、ああ、この前も来てましたよね、とだけ言った。その後場内の地図を出しながら、何気ない調子でこう言った。そういえば今日も来てますよ。何がとは言わなかったが、誰のことを言っているのかはすぐに分かった。区画に行くと、やっぱりいた。前と同じ場所に同じ色のテント、同じタープ、同じ椅子、同じあのでかいクーラーボックス。まるで前回帰った後、そのままずっとそこに置きっぱなしにしていたみたいに何も変わってはいなかった。でもそんなわけはない。ここは普通に予約制のキャンプ場だし、同じ区画をずっと一人で取り続けるなんて普通はできない。まだいるな。友人も気づいて小さな声で言った。夕方水場に行くとまたあの男がいた。前と同じように肉を切っていた。大きな塊を小さい塊に同じリズムで切り分けている。前と同じ音だった。クーラーボックスの中にはラップに包まれた塊がいくつも入っているのが見えた。その時友人の一人が小声で言った。この人さ、ずっと肉切ってない？冗談っぽく言っただけだったけど、妙に引っかかった。そういえば前も夜中までずっと切っていた。朝は山の方から戻ってきていた。じゃああの肉はいつ買い出しに行っているんだ。車も見ていないし。その日の夜、俺はまたトイレに起きた。
テントの外に出ると、やっぱり静かで、ランタンの明かりもほとんど消えていた。そしてあの男のサイトだけが明るかった。また包丁の音がしている。昼も夜も、前に来た時もずっと同じことをしている。俺はトイレに行って戻る途中、今度ははっきりと聞こえた。足音。砂利を踏む音がゆっくりと近づいてきた。ザッ、ザッ、ザッと。自分のテントの方だと気づいて少しだけ足を止めた。暗い林の方から足音が近づいてきて、そのまま自分たちのテントの前を通り過ぎた。その時、ランタンの明かりの外側、暗いところに人影が見えた。背が高くて帽子をかぶっていた。あの男だった。でもどこにも行かない。自分たちのテントを通り過ぎて、少し行って、また戻ってきて、テントの周りをゆっくりと歩いていた。テントの中に戻った後も、しばらくその足音は続いていた。朝起きてテントの外を見ると、地面に足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけをぐるっと回るように何周もした足跡だった。昼前受付の前を通った時、管理人が一人で座っていた。俺は少し迷ったが聞いてみることにした。あのソロの人、毎週来てるって言ってましたよね。管理人は少し黙ってから言った。来てるっていうか、ずっといるんですよ。俺は意味がわからなくて聞き返した。え？ずっとってどういうことですか？いや、だから、ほとんど帰らないんですよ、あの人。たまにいなくなって、また戻ってきて、またしばらくいる。もう3年くらいになるかな。チェックインしてるところ、見たことないんですか？そう聞くと管理人は首を横に振った。いやー、それがないんですよ。でも受付に封筒が置いてあるんです。利用料って書いてあって、だからまあいいかなと思って。管理人は少しだけ笑って、それからこう言った。あの人、来る人のことよく見てるんですよ。特に何回か来てる人のこと。その時嫌な感じがはっきりとした。覚えるの早いんですよ。車とか、人数とか。管理人はそこで言うのをやめて、代わりにこう言った。まあ静かにしてくれる人なんで、こっちとしては助かってるんですけどね。その日の夕方、炭を捨てに行くとき、男のサイトの横を通った。男はちょうどクーラーボックスを開けて、中を整理していた。その時一瞬だけ中が見えた。ラップに包まれた塊がいくつも入っていた。その一つからラップの端が少しだけ外れていて、中のものが少しだけ見えていた。肉だと思った。でも色が少し変だったんだ。赤じゃなくて白っぽくて、ところどころ黄色っぽかった。それに形も変だったんだ。切り身というより曲がったままの形をしていた。それは指みたいに見えた。と思った瞬間、男が突然蓋を閉めた。男は何も言わなかった。ただ自分の方を少しだけ見ていた。そしてその日の夜、また足音がした。ザッ、ザッ、ザッと足音がテントの前で止まる。しばらく何の音もしなかった。テントの薄い布一枚の向こうに人が立っている気配だけがある。だけどしばらくすると足音が離れていった。その時友人の一人が小さい声で言った。あの人さ、俺らが前来た時もいたよね。そしてもう一人が言った。うん。前来た時、もう一組、二組いたの覚えてる。言われて思い出した。
少し離れた区画に男二人のキャンパーがいた。夜焚き火のところで少しだけ話した記憶がある。あの人たちも何回か来てるって言ってなかった？そこまで聞いて、なんとなく嫌な想像をしてしまった。でもさ、今回あの人たちいないよな。その日の夜はほとんど眠れなかった。足音は一度だけではなくて、夜中に何度も聞こえた。テントの周りを歩く音、そしてゆっくりと同じ速さで何周もしているんだ。ザ、ザ、ザ。音が止まるときは、だいたいテントの入り口の前だった。誰も何も言わなかったが、三人とも起きているのは分かっていた。ようやく朝になって外に出ると、やっぱり足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけ、円を描くみたいに何周も。それを見て、もう一泊する予定だったけれど、全員同じことを言った。もう今日は帰ろうか。誰も理由を言わなかった。片付けをしているとき、管理人が軽トラックで見回りに来た。あれ？今日までじゃなかったでしたっけ？いや、それがちょっと予定変わって、今日帰ることにしたんです。そう言うと管理人は少しだけこっちを見て、それから小さい声で言った。夜、歩いてました。そして俺たちは少し黙ってから、はい、とだけ答えた。管理人は少しだけ迷うみたいな顔をしてから言った。あの人夜になると見て回るんですよ。何回か来てる人のところ、順番に。そこで言葉を切って代わりにこう言った。まあトラブルは起こしたことは一回もないんで、今までは。その今まではがずっと引っかかった。車に荷物を積んでいるとき、あの男がこっちに歩いてきた。そして初めて向こうから話しかけてきたんだ。あれ、帰るんですか？はい。キャンプ好きなんですね。その前もいましたよね。回数を正確に言われた。自分たちがここに来た回数と、それは同じだった。そして男は少し笑って言った。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。それだけ言うと、また自分のサイトに戻っていった。最後に受付に寄ってから帰ることにした。管理棟の中に管理人がいて、帳簿みたいなノートを見ていた。俺たちは清算して、また来ます、と言いかけてやめた。代わりに聞いた。前に来たとき、ここにいた二組いましたよね。管理人は少しだけ考えてから言った。ああ、男二人の。あの人たちって何回か来てた人たちですよね。最近来てないですよね。管理人はしばらく黙っていたが、やがて小さな声で言った。キャンプって急に来なくなる人多いんですよ。来なくなる理由、いちいちわからないですしね。それからボソッと付け足した。来てた人、来なくなって。来てた人来なくなって、しばらくするとあの人、肉の量が増えるんですよ。何を言われているのか、すぐには理解できなかった。理解したくなかったという言い方の方が近い。その日の帰り道、しばらく車の中で誰も喋れなかった。高速に乗る前コンビニに寄って昼飯を買って駐車場で食べた。その時に友人が急に言った。なあ、あの人の車さ、見たことある？言われてゾッとした。一回も見てないんだ。じゃああの男はどうやってあそこに来て、どうやって帰るんだ？
その日の夜家に帰ってから、俺はなんとなく気になって、あのキャンプ場の名前を検索した。あまり情報は出てこなかったが、古いブログが一つだけ出てきた。個人のキャンプブログで何年も前の記事だった。そのキャンプ場に行った時のことが書いてあった。記事の最後の方にこう書いてある。そういえば、いつもいるソロキャンパーのおじさんがいた。その人のことを管理人さんに聞いたら、もう何年もほとんどずっといるらしい。そう言われたんだ。まあちょっと怖いけど、悪い人ではなさそうだ。だけどすごい量の肉をいつも切ってた。そこまで読んでスクロールをすると、キャンプ場で撮った写真が何枚か貼ってあった。集合写真みたいなやつだった。何人かのキャンパーが一緒に写っている写真。その写真の端に少し離れたところで椅子に座っている男が写っていた。深く帽子をかぶったあの男だった。そして写真の下にはこう書いてあった。写真に写っている人たち、この後何人か来なくなったらしい。偶然だとは思うけど、なんかちょっと気味が悪い。そこまで読んだところで変なことに気づいた。その写真に写っている人数が、ブログに書いてある人数より一人多かったんだ。ブログには、この日は5組で10人くらいだったと書いてあるのに、でも写真にはどう見ても11人写っていた。その一人は他の人たちから少し離れた一番端に立っていた。それは帽子を深くかぶった男だった。それから自分たちはそのキャンプ場には行っていない。でも今でも時々思い出すんだ。あの男が言った言葉。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。あの時あの男が覚えていたのは、顔と名前ではなくて、体の大きさとか重さとか、どれくらいの量になるか、そういうことだったんじゃないかなって。あれは俺がまだ古い団地の1階に住んでいた頃のことだ。思い返すと、あの赤い靴の光景だけが今でも頭から抜けない。団地の中心には小さな集会所があった。古びた木枠の引き戸、色の抜けた掲示板。昼間は老人たちが商業しているような、どこにでもある共同スペースだ。問題は夜だった。俺が初めて異変に気づいたのは、深夜に外の自販機へ飲み物を買いに行った帰りだった。集会場の前を通りかかった時、入り口の引き戸の前にポツンと置かれているものが目に入った。それは小さな赤い子供の靴だった。それも片方だけ。新品ではなく使い込まれた跡があり、つま先は少し黒く擦れていた。雨上がりでもないのに、そこだけうっすら濡れていた。最初は誰かの落とし物だと思った。だが不思議なのは置かれている向きだった。靴はまっすぐ集会所の扉を向いていて、まるで中へ入ろうとしているみたいな、妙に意図的な角度だった。胸騒ぎがした。そのまま部屋へ戻ったが、寝つくまで靴の向きがずっと気になっていた。翌朝、通勤のために集会所の前を通ると、その赤い靴は消えていたんだ。誰かが持って行ったんだろう。そう思って気にしないようにした。だがその夜、またそこにあった。同じ靴、同じ擦れ方。そしてまた集会所の扉に
まっすぐ向けて置かれていた。偶然では済まなかった。住民の誰かがこんないたずらをするとは思えないし、そもそも子供のいる家庭はこの塔にはほぼいなかった。それから3日続けて、深夜になると必ず靴が現れ、朝には消える。その繰り返しだった。ある晩、仕事帰りに集会所の前を通ると、靴は扉の真正面、ほとんど敷居に触れそうな場所まで近づいていた。もしこれが歩けるものなら、集会所の中へと入ろうとしている。そうとしか思えなかった。その夜、嫌な予感がしたまま眠りについた俺は、真夜中にある音で目を覚ました。ガラガラと集会所の引き戸が誰かにゆっくり動かされる時の音だった。俺の部屋は集会所のすぐ向かい。窓を開ければ扉まで数メートルもない距離だ。俺は息を潜めたままあの音が止まるのを待つしかなかった。赤い靴は今どこにある？その疑問だけが頭の中で何度も反響していた。その引き戸の音が止んだのは数十秒後だった。だが体感ではもっと長く感じた。耳に残ったあのきしむ音がいつまでも離れなかった。翌朝集会所の前を恐る恐る覗くと、赤い靴は扉の真下にあった。まるで昨夜の音が靴そのものの動きだったと言われているようで、背筋がひやりとした。それからというもの、集会場の前を通るたびに、靴が昨日より扉に近い場所にあることに気づいてしまった。まるで毎晩少しずつ中に入り込んでいるみたいに。集会所の扉は不透明なガラスで、中の様子はほとんど見えない。昼間は老人の話し声が聞こえてくるが、誰かが靴を移動させている様子を見た者はいなかった。不思議なのは靴が片方だけだということだった。もし落とし物だったら、翌朝には誰かが持ち主に届けるはずだ。だがそうはならない。朝になると必ず消え、夜になると必ず現れる。ある晩俺は意を決して深夜の集会場を窓越しに確認することにした。電気は消えており、薄い街灯の光だけがガラスを照らしている。中は真っ暗で何も見えない。だがそこに影が一つ多かった。窓のすぐ内側で落ちている影。形ははっきりしないが、小さな人影のように見えた。心臓が跳ねた。ガラス一枚向こうに誰かがいる。俺が背を向けようとしたとき、内側の影がゆっくり動いた。カタッと床を引っかくような音がした気がした。俺は恐怖からその場を離れ、部屋へ戻った。だが寝つけなかった。むしろ何度も集会場の方向に意識が引っ張られるようだった。深夜あの音がまた始まった。ガラ、ガラガラ。昨日より少しだけ力を込めているような音だった。誰かが扉を開けようとしている音。布団の中で息を殺していると、不意に音が止まった。静寂。だが逆にその無音が恐ろしかった。音が止まったということは、もう扉を動かさなくてよくなった。もしくは開いた。そのどちらかだった。
外気が変わった気がした。まるで集会所の空気がこの廊下へ流れ出したような湿り気のある冷たさ。そして不意に耳の奥で軽いポトッという音がした。何かが落ちた音。翌朝玄関を開けた俺はその意味を理解することになる。集会所の前ではなく、俺の部屋の前にあの赤い靴が置いてあった。扉を向いてまっすぐに。玄関の前に赤い靴が置いてあったあの日から、胸の奥にずっと嫌な予感が残っていた。昨夜、扉を揺らした誰かがこの靴を運んできたのは間違いなかった。俺は眠れないまま朝を迎え、恐る恐る玄関を開けた。そこにはまた赤い靴があった。ただし今回は片方ではなく両方揃っていた。どちらも新品ではない、くたびれた子供の赤い靴。泥がついていて濡れた跡が廊下に薄く残っていた。子供？だがこの団地には子供のいる家庭はほとんどいない。夜中に歩き回る小さな子なんて見たこともなかった。靴を見つめていると、不意に視界の端で動く気配があった。集会所の窓がわずかに揺れたように見えた。俺は覗き込むように見ると、窓の内側に小さな人影が立っていた。肩くらいの高さ、髪が肩で揺れるくらいの少女の姿。だが顔は街灯の影で見えない。ただ輪郭だけがはっきりとしていた。その小さな影は集会所の中からこちらをまっすぐ見ていた。靴は少女のものなのか。そう考えた瞬間、背中が引きつるように冷えていった。視線を外そうとした時だ。少女の影がふっと消えた。まるでその場から離れたみたいに。次の瞬間、コツッと玄関のすぐ横で小さな足音がした。反射的にそちらを向くと、赤い靴を履いた少女が廊下の端に立っていた。髪は濡れたように肩に張り付き、服も黒ずんだワンピース。何より目が異様だった。真っ暗に沈んだ瞳孔だけが深夜よりも暗い色をしてこちらを見上げていたんだ。少女は小さく首をかしげた。そしてゆっくり一歩足を踏み出した。靴の底が廊下をこする音がした。その音は大人の足音よりもずっと軽いのに、なぜか胸に響いた。逃げないといけないのに足が動かない。少女はさらに一歩近づくと、扉の前に置いていた赤い靴を指先でそっと触れた。返して。声ではない。頭の中に直接落ちてきたようなかすかな気配だった。少女は靴を拾うことなく、そのまま廊下の奥へと向かっていった。そして赤い靴だけがポツンと残された。だが次の瞬間、靴が勝手に動いた。誰も触れていないのに、少女を追うように廊下の奥へと転がっていく。まるで履かれたまま歩いているかのように。少女の姿は廊下の突き当たりでふっと消え、靴だけが消えた方向へと吸い込まれていった。その日俺は部屋を出て団地に戻ることはなかった。後で聞いた話では、
昔この集会所の近くで事故に遭った少女がいたという。赤い靴だけが見つかり、本人は帰ってこなかったままらしい。赤い靴は持ち主のところへ戻りたかっただけ。ただし戻り道が誰かの玄関を通るのが問題だった。これは泡になって消えた同僚の話だ。俺はあいつを止められなかった。だから俺は今でもあの時止められなかったことを後悔している。あいつの名前は直人。同じ会社、同じ部署で働いていた。真面目で遅刻もしないし、頼まれた仕事は断らない。誰がどう見てもいいやつっていうタイプの人間だった。だからこそ上司の佐伯に目をつけられたんだ。直人、この資料今日中な。直人、悪いけどこのクレーム、お前が電話しといて。あと、山本の分のデータもやっとけ。あいつ今、外出してるから。気がつくと直人の机の上だけ、いつも書類の山になっていた。自分の仕事だけでも終わらないのに、他人の仕事まで全部やらされていたんだ。だけど一度だけ、俺は上司の佐伯に言ったことがある。佐伯さん、それ俺の担当の仕事なんで、自分でやりますよ。すると佐伯は笑って言った。山本さ、自分の仕事増やしたいの？余裕あんなら別の仕事でも頼もうか。その言い方で分かった。ああ、この人に何を言っても無駄なんだなって思った。それから俺は見て見ぬふりをするようになった。直人が怒鳴られていてもパソコンの画面を見ているふりをした。助けてしまうと次は自分だって分かったからだ。今でもそれを後悔している。直人には会社の帰りに必ず寄る店があった。海の近くにある小さなスナック。スナックしずくという店だった。古いビルの2階にあって、外階段は錆びていて、夜に登るとギシギシ音がした。俺は直人に連れて行かれて何度か一緒に行ったことがある。ドアを開けると小さなカウンターと奥にテーブルが2つだけ。店の中は少し暗くて、オレンジ色のライトがカウンターを照らしていた。いらっしゃい。ママの美咲が静かに笑う。店員の K はほとんど喋らない人だった。そしてこの店は窓から海が見えた。夜になると海は真っ暗で、波の音だけが聞こえる。霧が出る日は窓の外が真っ白になって、海と空の境目がわからなくなる。直人はいつもカウンターの一番端の席に座った。そしてメニューを見ないでこう言うんだ。ママ、いつものください。ママは何も言わずに氷の入ったグラスに透明な酒を注ぐ。直人はそれを一口飲んで必ずこう言うんだ。この酒、少ししょっぱいですね。そしてママもいつも同じことを言う。海が近いからね。最初は冗談だと思っていた。でも直人は毎回同じことを言うんだ。しょっぱいなあ。海の水みたいだ。ある日俺は店の棚に写真が飾ってあることに気づいた。ボトルの横に写真立てがいくつも並んでいる。知らない男、知らない女、みんなこの店のカウンターに座って一人で写っている写真だった。俺はママに聞いた。この人たちって常連さんですか？
ママはグラスを拭きながら答えた。そうよ。昔の常連さん。昔ってことは、今は来てないんですか？ママは少しだけ黙って、それから言った。ええ、もう来ていないの。みんな来なくなったのよ。その言い方が少し気になった。来なくなったというより、もう来れないみたいな言い方に聞こえたんだ。その時横で直人が写真を見ながら言った。ここに写ってる人、みんな一人ですね。一人で来る人が多いのよ、この店は。ママはそう言って、写真の埃を指でなぞった。その時店の外でカラスが鳴いた。やけに大きな声で何回も鳴いていた。その頃からか、直人の様子がおかしくなっていった。靴に砂がついている日もあったり、ズボンの裾が濡れている日もあった。そして髪が少し濡れている日もあった。直人、お前どこ歩いてきたんだよ。俺がそう聞くと、直人は笑って言った。海をちょっと歩いてた。こんな夜遅くに？夜の海、誰もいなくていいですよ。静かで。別の日に俺が冗談で言った。お前そのまま海に入ってんじゃねえの？直人は少し考えてから笑って言った。練習ですよ。何の練習？直人はグラスを見ながら言った。泡になる練習です。言ってる意味がわからなくて、俺は笑った。直人も笑っていた。でも今思うと、あいつはあの頃からもう決めていたんだと思う。店を出た帰り道、二人で海沿いを歩いたことがある。霧が出ていて、街灯の光がぼやけていた。波の音だけがずっと聞こえていた。歩きながら直人が言った。山本さん、もし人が一人いなくなったら、どれくらいでみんな慣れますかね？なんだよ急に。会社って誰かが辞めてもすぐ普通に戻るじゃないですか。まあ、そうだな。じゃあ、辞めるじゃなくて、いなくなるだったら、それでも同じですかね。俺は答えられなかった。直人は立ち止まって、霧の向こうの海を見ていた。そして静かにこう言う。俺、最後どうなると思います？最後って何が？直人は少し笑った。泡ですよ。波の音が大きく聞こえた。直人が会社を辞めることになった日のことを、俺はよく覚えている。朝から会社の空気が重かった。取引先に送ったデータに大きなミスが見つかって、先方がかなり怒っているという話だった。でもその仕事、本当は直人の担当ではなかった。上司の佐伯が急に、直人、お前がやっとけ。って押し付けた仕事だった。午前中直人は会議室に呼ばれて、ずっと怒鳴られていた。ドア越しでも聞こえるくらいの声だった。なんで確認してないんだ？これ損害出たらどうすんだよ。お前ほんと使えねえな。フロアのみんなも仕事をしているふりをしながら聞いていた。でも誰も止めに入らなかったんだ。しばらくしてドアが開いて直人が出てきた。顔色が真っ白だった。俺は小さな声で声をかけた。直人、大丈夫か？直人は少しだけ笑って言った。大丈夫ですよ。俺のミスらしいです。らしいって、お前の仕事じゃないだろ。でも、俺がやりましたから。
それ以上俺は何も言えなかった。夕方、佐伯がフロアに響く声で言った。直人、今回の件、お前が責任取れ。とりあえず明日から来なくていいから。それはほとんど首みたいな言い方だったんだ。でも佐伯は大したことじゃないみたいな顔をしていた。直人は立ち上がって佐伯の前まで行って頭を下げた。すいませんでした。フロアが静まり返っていた。でも誰も何も言わなかった。直人は自分の席に戻って静かに荷物をまとめ始めた。引き出しの中の私物をカバンに入れて、最後に社員証を机の上に置いた。俺は立ち上がって直人のところに行く。直人、今日この後時間あるか？直人は少し考えてから言った。ありますよ。俺はもう無職ですから。じゃあ、とりあえず飲みに行こう。直人は少しだけ笑って。じゃあ、雫に行きましょうよ。夜二人でスナック雫に入った。カラーンとなり、いらっしゃい。とママがいつも通りに笑った。珍しいわね、今日は二人で。会社の帰りに、ちょっと。俺がそう言うと、ママは何も聞かずに、俺にはビール、直人にはいつもの透明な酒を出した。氷の入ったグラスに透明な酒。直人はそれを持って一口飲んだ。やっぱりこの酒、しょっぱいですね。ママは少し笑った。海が近いからね。俺は思い切って言った。直人、これからどうするんだ？直人はグラスを見ながら答えた。少し休みます。休んで、それからどうするんだ？わかりません。実家に帰るとか、転職をするとか、いろいろあるだろう。そして直人は少し黙ってから、こう言った。山本さん、俺ちょっと疲れちゃったんですよ。いや、それはわかるけど。毎日会社に行くじゃないですか。怒鳴られて、謝って、また次の日も行って。なんか最近ずっと水の中にいるみたいだったんです。ずっと息を止めているみたいな感じで。ママは何も言わずに静かにグラスを拭いていた。直人は続ける。でも、この店でこの酒を飲んでいるとちょっと楽になるんです。しょっぱいでしょ、この酒。海の水を飲んでいるみたいだなってずっと思っていたんです。俺は嫌な予感がして言った。お前、変なこと考えてないよな。直人は少し笑った。変なことって？だから、死ぬとか、そういうの。直人は否定しなかった。少し黙って、それから静かに言った。俺、ずっと考えてたんですよ。どうやって消えようかなって。おい。電車は迷惑かかるし、首吊りは怖いし。でも、海ならいいかなって。よくねえよ。俺は思わず強い声を出していた。よくねえに決まってるだろ。何言ってんだよ。直人は怒られた子供みたいに少し笑った。すいません。でも海なら泡になって消えるだけかなって。その時ママが初めて口を開いた。海はね、全部持っていくわよ。直人はゆっくりとうなずいた。はい、だからいいんです。店の中が静かになった。時計の音だけが聞こえる。しばらくすると直人が言った。
ママ、なに？最後の一杯ください。俺はすぐに言った。やめろって。直人は俺を見て少しだけ笑った。大丈夫ですよ、山本さん。何が大丈夫なんだよ。これ飲んだら帰りますから。ママは少しだけ手を止めた。でも何も言わずに棚からボトルを取って氷を入れて透明な酒を静かに注いだ。はい、最後の一杯。直人はグラスを見つめてそれから言った。山本さん、今までありがとうございました。いや、そういうのいいから。明日俺も一緒にハローワーク行ってやるよ。仕事なんていくらでもあるから、とりあえず生きろよ。直人は少し驚いた顔をして、それから小さく笑った。そういうこと言ってくれるの、山本さんだけでした。そう言って直人はグラスを持ち上げて、ゆっくりと全部飲んだ。そしてグラスを置いて立ち上がった。じゃあ、もう行きますね。俺も立ち上がった。どこ行くんだよ。直人は少しだけ笑い、海を少し見て帰ります。いや、俺も行くって。大丈夫ですよ。今は一人で行きたいんです。おい、ちょっと待てよ。直人はドアの前で振り返って言った。この一杯を飲んだら泡になって消えるんですよ。だから、これで最後です。カランとドアが閉まって、直人は霧の中に出て行った。俺もしばらく追いかけるかどうか迷っていた。でも追いかけなかった。それを俺は今でもずっと後悔している。なんであの時追いかけなかったんだと。直人が店を出て行った後、俺はしばらく席に座ったまま動けなかった。追いかけた方がいいんじゃないか。でも今追いかけたら、本当に海に行こうとしてるって認めることになる気がして怖かったんだ。するとママが静かに言った。山本さん？何ですか？追いかけてあげなさい。俺はその言葉で立ち上がった。店を出ると霧がひどくて少し先も見えなかった。海の方から波の音だけが聞こえている。俺は直人の名前を呼びながら海の方へと走った。でも途中でわからなくなった。霧で道も海も何もかも白くぼやけていた。しばらく探したけれど直人は見つからなかった。その日俺はそのまま帰ることしかできなかった。次の日直人は会社に来なかった。その次の日も来なかった。そして佐伯は何でもないみたいに言った。飛んだな、あいつ。まあいいか。代わりはいくらでもいる。その言葉を聞いたとき、ああ、この人は本当に人が一人いなくなっても何も思わないんだな、と思った。仕事の帰り、俺は直人のアパートに行った。チャイムを鳴らしても出ない。ドアノブを回したら鍵はかかっていなかった。中に入ると部屋は妙に綺麗だった。机の上に会社の名札と携帯電話と財布、スーツがハンガーにかけてあった。もうここには戻ってこない人の部屋って感じがした。玄関を見ると革靴が一足置いてあった。濡れていて、そこに黒い砂がついていた。それを見た瞬間、海だと思った。俺はそのまま警察に電話をした。失踪届というやつになった。3日後に警察から海で遺体が見つかったと連絡が来た。
警察署で俺は遺体を確認する。直人だった。でも、思っていたのとは少し違った。水死体ってもっとひどい顔をしていると思っていた。でも直人は眠っているみたいな顔をしていた。苦しそうな顔じゃなかったんだ。少しだけ笑っているみたいな顔だった。警察が言った。入水ですね。争った形跡もないですし、自分で海に入ったんでしょう。しかし、こんなに損傷の少ない水死体は本当に珍しいですね。その言葉を聞いたとき、直人が言っていた言葉を思い出した。泡になるんですよ。俺は葬式が終わった後、一人でスナック雫に行った。カランとなり、いらっしゃい。ママはいつもと同じ顔でそこにいた。俺はカウンターに座って言った。直人、やっぱり海でした。ママは少しだけうなずいて、そう。俺、止められませんでした。ママは何も言わなかった。そしてしばらくして、俺は店の棚を見た。前に見た写真が並んでいる棚だった。だけど写真が一枚増えていた。俺は立ち上がってその写真を見た。カウンターに座って少し笑っている直人の写真だった。この写真。ママが後ろから言った。この店で最後の一杯を飲んだ人。背中が寒くなった。じゃあ、この写真の人はみんな。ママは答えなかった。でも、何も言わないのが答えだった。外でカラスが鳴いた。窓の外は霧で、海は見えなかった。そしてママが一つのグラスを出した。これは直人くんが最後に使ったグラス。グラスの底には白い泡が少しだけ残っていた。泡がなかなか消えなかったのよ。ママはそう言ってグラスを下げた。そして俺を見て言った。あなたはまだ飲まないでね。俺は何も言えなかった。店を出ると潮の匂いがした。波の音が聞こえる。そして俺は直人が最後に言った言葉を思い出した。この一杯を飲んだら泡になって消えるんですよ。あいつは逃げたんじゃない。消えたんだ。会社は今も普通に回っている。佐伯は今日も怒鳴っている。本当に何も変わってない。本当に何も変わっちゃいないんだ。でも変わったことが一つだけある。スナック雫の棚に直人の写真が増えていた。あの店には最後の一杯を飲んだ人の写真が並んでいる。そして今日もあの店は開いている。もし逃げる場所がどこにもなくなったら、あの店に行けばいい。そしてこう言うんだ。最後の一杯をください、と。そうすればきっと泡になって消えられる。あれは3年前の話だ。俺は友人3人と一緒に中古のキャンピングカーで旅行に出た。車を買ったのは健一で、30歳の記念に思い切って買ったらしい。白い大きな車で、後ろにベッドと小さな流し台がついていた。最初の2日間は何もおかしなことは起きなかった。昼は観光して、夜は道の駅に車を止めて、そのまま車の中で寝る。キャンピングカーの中は思ったよりも広くて、大人4人でもなんとか寝られた。3日目の夜、山の中の道の駅に車を止めた。周りは林に囲まれていて、
街灯が少なく、夜になるとほとんど何も見えなくなるような、そんな場所だった。その場所に着いたとき、なぜかわからないけれど、あまりいい感じがしなかった。妙に静かだったのを覚えている。風の音も虫の声もほとんど聞こえなかった。その日は疲れていて、日付が変わる前には全員寝てしまった。後ろのベッドに二人、前のシートを倒して二人。俺は後ろのベッドで寝ていた。夜中ふと目が覚めた。最初は理由がわからなかったけれど、すぐに気づいた。車が揺れていたんだ。細かい振動がずっと続いていた。ガタガタガタという揺れと一緒に低い音が聞こえた。それはエンジンの音だった。目を開けたまま俺はしばらく動けなかった。頭が状況を理解するのには時間がかかった。全員寝ているはずなのにエンジンがかかっている。つまり誰かが運転しているんだ。体を起こして前を見た。薄暗い車内で前のシートに寝ている二人の影が見えた。動いてはいなかった。その向こう、運転席に人影があった。知らない人間だった。背中しか見えなかったけれど、少なくとも友人の誰でもなかった。肩の細い小柄な人間だった。その人は慣れているみたいに静かにハンドルを握っていた。そして山道をゆっくりと曲がっていった。声を出そうとしたけれど、声が出なかった。体もしばらく動かなかった。やがて車は止まり、エンジンが切れた。急に周りがしんと静かになった。気づいたら他の三人も起きていた。誰も何も言わなかったけれど、全員自分たちが変な場所にいることは分かっていた。外に出ると、そこは山の中の細い道路の脇だった。街灯が一本だけ立っていて、その下に車が止まっていた。道路の端に古いガードレールがあった。その向こうは真っ暗で下が見えなかった。ガードレールには古い看板がついていた。この先、事故多発につき注意。看板の下には白い花がいくつも置かれていた。新しい花もあった。その場所を見たとき、初めて来たはずなのに変な感じがした。まるで来たことがあるような気がしたんだ。車に戻ろうとしたとき、後ろの方で音がした。コツンと小さな音だった。キャンピングカーの後ろ、ベッドの下の収納のあたりから何かが聞こえた気がした。だけど気のせいかと思って車に乗り込もうとしたとき、もう一度鳴った。コツン。今度ははっきりと聞こえた。まるで内側から叩いたみたいな音だった。その時俺はなぜかわからないけれど、この車は夜になるとまた動く、そんな気がしたんだ。そしてその予感は外れることはなかった。次の日の朝、俺たちはほとんど会話をしなかった。誰もはっきりとは言わなかったけれど、全員同じことを考えていたと思う。昨日の夜、あの車を運転していたのは誰だったのか、ということだ。俺と健一は運転席に人が座っているのを見ている。でも、亮と匠は前のシートで寝ていた。つまり、あの車の中に俺たち以外の誰かがいたことになる。そんなはずはない、と頭では分かっているのに、昨夜の見た背中のことを思い出すと、どうしても気のせいだとは思えなかった。朝コンビニの駐車場で車についていたドライブレコーダーの映像を確認することになった。この車は中古で買ったもので、前後にドラレコがついていた。夜の映像を再生していくと、午前2時過ぎ、映像が一瞬だけ乱れた。その直後、
止まっていたはずの車が動き出したんだ。山道を走る映像が続いていた。ハンドル操作は不自然なところがなく、迷いもなく、同じ道を何度も走ったことがある人みたいな運転だった。午前2時41分、車はあの街灯のある場所で止まった。そこで、後ろのカメラに人が映った。それは白い服を着た女だった。歩いているというより、地面の上を滑るみたいに動いていた。車の後ろまで来ると、カメラを下から覗き込むみたいにゆっくりと顔を上げた。髪が濡れていて、顔に張り付いていた。だけど目のところだけが黒く見えた。その女が映る少し前の映像を止めてみると、車が動き出す前からもう車のすぐ後ろに立っているのが分かった。俺たちが寝ている間、ずっとそこに立っていたみたいだった。映像を記録一覧に戻したとき、健一が変なことに気づいた。保存されている映像の一番上に、まだ来てないはずの明日の日付のファイルがあった。壊れているのかと思ったけれど、その映像は再生できた。夜の山道で車が止まっている映像だった。しばらくすると、運転席のドアが開いて、誰かが降りてきた。それは俺だった。黒いパーカーと灰色のスウェット。その日、俺が着ていた服と同じだった。映像の中の俺は、ふらふらした足取りで車の後ろに回ってきて、カメラの前で止まった。そして、カメラを見上げて口を動かした。音はほとんど聞こえなかったけれど、何度か再生して言葉だけは分かった。まだ一つ足りない。その後、俺は暗い林の方へと歩いていった。少しして、ガードレールがきしむ音がして映像は終わった。そこまで見て、俺は急に変なことを思い出した。この車で寝る場所を決めた時のことだ。後ろのベッドは二人しか寝れないから、誰が後ろで誰が前かを決めた。じゃんけんをして、後ろが俺と健一、前が亮と匠になった。そこまでははっきりと覚えている。でも、その時のことを思い出しているうちに、どうしてもおかしな感じがしてきた。最初、ベッドのところに座って4人で酒を飲んでいたんだ。その光景も覚えている。でも、どうしても引っかかるんだ。あの狭いベッドのところにもう一人いた気がする。だけど誰だったのか顔が思い出せない。声も思い出せない。でも確かにもう一人いて、5人で座っていた気がする。それを思い出した瞬間、後ろの方で音がした。コツンと、ベッドの下の収納の方からだった。そしてしばらくして、もう一度鳴った。今度ははっきりと、内側から叩く音だった。その音を聞いたとき、俺はなぜかドラレコの映像の中の言葉を思い出していた。まだ一つ足りない。その言葉が頭の中で何度も繰り返されていた。その日の夜、俺はほとんど眠れなかった。全員昨日と同じ車の中で寝ることになった。本当はもう車を降りて帰りたかったけれど、山の中で車を置いて帰るわけにもいかなかった。電気を消して横になって目を閉じてもまた夜中に車が動くんじゃないかと思うと眠った気がしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないけれど、ふとあの振動が体に伝わってきた。ガタガタガタという細かい揺れ、低いエンジンの音。やっぱりだと思った。目を開けたけれど体を起こすのが怖くて、しばらくそのままでいた。でも、やがて車が右に曲がる感覚がして、ゆっくりと体を起こして前を見た。運転席には、やっぱり誰か座っていた。
暗くて顔は見えない。でも、前の日に見た背中と同じだったんだ。肩の細い小柄な人間。車は山道をゆっくりと走っていった。カーブを曲がるたびに窓の外にガードレールが見えた。そしてしばらくして車は止まった。またあの場所だと分かった。街灯が一本だけ立っている場所。エンジンが止まって静かになった。その時頭の中に急に思い出が浮かんできた。この車を受け取った日のことだった。中古車屋の駐車場で俺たちはこの車の前で写真を撮った。通りかかった人に頼んで4人で並んで写真を撮ってもらったんだ。だけど写真を撮り終わった後、その人が言った。いいですね、そのキャンピングカー。深く帽子をかぶった人だった。男か女かわからないような静かな人だったんだ。こういうので旅行してみたかったな。するとその時、誰かが冗談で言った。じゃあ、一緒に行きますか？みんな笑っていたと思う。そしてその人は少し黙ってから、本当にいいんですか？と静かに言った。そこで記憶が途切れているんだ。でもさっき思い出した。俺たち、あの人を車に乗せたんだ。冗談のつもりだったのか、本気だったのかはわからない。でもあの人は後ろのベッドのところに座って、俺たちと一緒に酒を飲んでいた。だけど、顔が思い出せない。声も思い出せない。でも、そこに座っていた光景だけは思い出した。車の外でガードレールがきしむ音がした。その音を聞いた瞬間、俺は分かってしまった。ドライブレコーダーの映像の中で俺が言っていた言葉。まだ一つ足りない。あの事故の記事を昼間に健一のスマホで見ていた。3年前にここでキャンピングカーが崖下に落ちて5人亡くなった事故。そして遺体の1人は後ろの収納から見つかったと書いてあった。5人。でも俺たちは4人だと思っていた。そして後ろで音がした。コツン、コツンとベッドの下の収納の中からだった。俺はその時、なぜか怖いというより、やっとわかったという気持ちの方が強かった。この車は毎晩ここに来る。事故のあった時間に同じ道を通って同じ場所に止まる。そして5人にしようとしている。コツン、コツン。そして収納の中から小さな声がした。まだ一人足りないよ。その時に気づいた。足りない一人ってあの人じゃない。俺なんだ。なぜそう思ったのかはわからない。でも思った瞬間、体が勝手に動いた。ドアを開けて外に出る。夜の山は静かだった。街灯の光の下に白い花が並んでいる。ガードレールの向こうは真っ暗だった。そして後ろで車のドアが閉まる音がした。振り返るとキャンピングカーの中に人影が見えた。運転席に一人、後ろのベッドに二人、収納のあたりに一人。ちょうど5人になる。そしてエンジンがかかった。車はゆっくりと動き出して、俺を残して暗い道の方へと走っていった。その時不思議なことを思った。ああ、これで人数があった、と思ったんだ。それからしばらくしてニュースで事故を知った。鳴沢峠の旧道でキャンピングカーが崖に落ちた事故。乗っていたのは5人。そのニュースを見たとき、どうしてかわからないけれど、懐かしい場所のことを思い出すみたいな気持ちになった。
そしてこう思った。また誰か乗せなきゃいけないな、と。同窓会の案内状にはこう書いてあった。今年の同窓会では校庭に埋めたタイムカプセルを開けます。20年前の自分からの手紙を受け取りに来てください。その一文を読んだとき、少しだけ胸がざわついた。タイムカプセルを埋めた日のことはよく覚えている。中学3年の冬、卒業する前に、クラスのみんなで校庭の隅に穴を掘って、そこに箱を埋めた。未来の自分への手紙、将来の夢、好きだった人の名前、みんなそんなものを書いて入れた。でも一人だけ何を書いているのかわからない奴がいた。水野健だった。水野はあまり目立たない奴だった。暗いわけではない。不良でもない。勉強も運動も普通。でも、なぜかあまり喋らなくて、いつも一人でいることが多かった。いじめられているというほどではない。でもみんな少し距離を置いていた。話しかければ普通に喋るけど、自分から話しかけてくることはなかった。水野はタイムカプセルに入れる手紙を誰よりも長い時間をかけて書いていた。何枚も何枚も書いていた。誰かが冗談で、一緒でも書いてんのかよ、と言った。水野は笑って、まあ、そんなものかな。その時はみんな笑った。水野も少し笑っていた。でも今思うと、あの時、水野だけ笑っていなかった気がする。タイムカプセルを埋めるとき、先生が言った。みんないいか？ 20 年後には絶対に開けるからな。その時は全員集まれよ。みんな適当に返事をした。でも水野だけやけに真面目な顔で言った。先生、本当に開けてくださいね。絶対ですよ。先生は笑って、わかったわかった、と言った。水野はもう一度言った。絶対開けてくださいね。もし開けなかったら困るんです。どうしてそんなにも真剣なのか、その時はわからなかった。タイムカプセルを埋めた日から少しして、水野は学校に来なくなった。最初は風邪だと聞いた。次は入院したと聞いた。そしてしばらくしてから、水野は亡くなったと聞いた。病気だったらしいんだ。だけど詳しいことは誰も知らなかった。葬式に行ったやつもほとんどいなかったと思う。まだ子供だったから人が死ぬということがよくわかっていなかった。だけどいつの間にか水野の席はなくなって、卒業アルバムにも水野の写真は写っていなかった。それは最初からいなかったみたいに。そして20年経った。同窓会の日、俺たちは校庭に集まっていた。冬の夕方で空は暗くなりかけていた。校庭の隅、昔タイムカプセルを埋めた場所には小さな木の杭が打ってあった。ここだよな。懐かしいな。覚えてる覚えてる。みんなスコップを持って土を掘り始めた。土は思ったよりも硬くて、なかなか箱は出てこなかった。しばらく掘って、ようやくスコップが硬いものに当たった。お、あったぞ。土の中から大きな金属の箱が出てきた。
錆びついてはいたけれど、ちゃんと当時のままの形をしていた。みんなで土を払って箱を地面の上に置いた。先生が鍵を取り出した。じゃあ、みんな開けるぞ。なぜかわからないけれど、その場にいた全員が少しだけ黙った。先生が鍵を回して、ゆっくりと蓋を開けた。箱の中には封筒がたくさん入っていた。20年前の自分たちの字で書かれた名前。うわ、懐かしい。俺って、こんな字だったっけ？太郎って誰だよ。あ、これ俺か。みんな笑いながら自分の名前の封筒を探し始めた。その時一人が言った。あれ？封筒一つ多くないか？箱の中にはクラスの人数分より封筒が一通多く入っていた。その封筒の表にはこう書いてあった。20年後のみんなへ。名前は書いていなかった。でもその字を見たとき、誰かが小さな声で言った。これって、水野の字だ。その瞬間風もないのに、校庭の木が大きく揺れた。箱の中に入っていた、20年後のみんなへ、と書かれた封筒。それを見つけたとき、その場にいた何人かが、同時に水野の名前を口にした。でも、おかしいことが一つあった。水野はタイムカプセルを埋めた後、すぐに学校に来なくなったはずだ。卒業アルバムにも載っていない。卒業式にも来ていない。なのに、タイムカプセルの中に水野の封筒が入っている。水野って、これ入れてたっけ？誰かがそう言った。だが誰もはっきりとは覚えていなかった。ただ水野がやけに長い時間手紙を書いていたことだけはみんな覚えていた。先生がその封筒を手に取った。少し迷ってからこう言った。これはみんなで読んでもいいか？誰も反対しなかった。先生はゆっくりと封筒を開けた。中には何枚も紙が入っていた。先生はその1枚目を読み始めた。20年後のみんなへ。この手紙を読んでいるということは、ちゃんとタイムカプセルを開けてくれたんですね。ありがとうございます。先生もちゃんと開けてくれたんですね。よかったです。先生はそこで少しだけ読むのをやめた。そしてまた続きを読んだ。多分この中には僕は入っていないと思います。20年後には僕は多分もういません。でもどうしてもこれだけはみんなに伝えておきたいことがあります。周りが少し静かになった。風の音と紙の音だけが聞こえた。僕は中学3年の3学期、多分死にます。もう決めているんです。怖いけど、多分そうなります。そこで誰かが小さく、え？と声を出した。先生は震える声で続きを読んだ。誰かのせいにしたいわけではありません。でもちょっとだけ疲れました。教室にいると息が苦しくなります。誰も僕のことを見ていないのに、ずっと見られている気がします。誰も僕に触らないのに、ずっと触られている気がします。僕の机が少しずつ後ろに下がっていくのをみんなは知っていましたか？気がついたら僕の机だけ教室の一番後ろにありました。卒業写真を撮るときも僕だけ端でした。
でも、それでもよかったです。教室にいられるだけでよかったです。本当はみんなと普通に話して、普通に笑って、同窓会にも行きたかったです。ここで先生は完全に読むのをやめた。誰も何も言わなかった。遠くでカラスが鳴いていた。先生は最後のページを開いた。最後、読むぞ。先生の声は少しかすれていた。だから、お願いがあります。20年後、タイムカプセルを開けるときは、僕もそこに入れてください。机の中に入れてほしいものがあります。それは僕の机の中に入っています。茶色い封筒に入れてあります。それをタイムカプセルに入れてください。そうすれば20年後、僕もみんなと一緒にそこにいられます。先生はそこで手紙を読むのをやめた。そして小さな声で言った。入れた。周りにいた何人かが先生を見た。先生は下を向いたまま言った。水野の机の中に封筒が入っていたんだ。言われた通りにタイムカプセルに入れた。言われた通りに。嫌な沈黙が流れた。誰かが言った。その封筒ってどれ？先生は箱の中を見て、一つの古い茶色い封筒を取り出しました。名前は書いてありませんでした。封筒はテープで何重にも閉じられていた。先生が言った。これだ。その封筒を見たとき、なぜかその場にいた全員が後ろへと下がった。見てはいけないものを見ているような、そんな感じがした。先生は震える手で、ゆっくりと封筒のテープを剥がし始めた。テープを一枚剥がすたびに、ベリ、ベリという音だけが校庭に響いた。全部剥がして、先生は封筒の中に手を入れた。そして中身を取り出した。出てきたのは小さなビニール袋だった。その中に入っていたのは黒い髪の毛と爪と歯だった。誰かが短く息を飲んだ。ビニール袋の中にもう一枚紙が入っていた。先生はその紙を開いた。そこに書いてあった言葉を先生は声に出して読んだ。これで僕の一部もタイムカプセルの中に入ります。20年後、開けてくれてありがとうございます。やっと、みんなと同じ場所に行けます。その時タイムカプセルの箱の中から、コンコンと音がした。誰かが箱を叩いているみたいな音だった。その場にいた全員がゆっくり箱の中を覗き込んだ。箱の一番下、封筒の下の暗いところからもう一通封筒が出てきた。誰もそれを入れた覚えはなかった。白い封筒だった。表にこう書いてあった。今のみんなへ。タイムカプセルの箱の底から出てきた今のみんなへと書かれた白い封筒。誰もその封筒を入れた覚えはなかった。先生も幹事も、そんな封筒は知らない、と言った。でもその封筒は確かにタイムカプセルの一番下から出てきた。土で少し汚れていて古いはずなのになぜか紙は新しかった。まるで最近入れたみたいだった。先生はしばらく黙っていたが、やがてその封筒をゆっくりと開けた。中には手紙が一枚だけ入っていた。
先生はその手紙を開いて、そして少しだけ顔をしかめた。読むぞ。先生は静かな声で読み始めた。今の皆さんへ、20年後、そこに集まっているんですね。僕も本当はそこに行きたかったです。でも、やっぱり行けませんでした。なので先生にお願いして、僕の代わりに、あるものをタイムカプセルに入れてもらいました。さっき、見てくれましたよね。髪の毛と、爪と、歯です。誰かが小さく、やめろよ、と言った。でも先生は読み続けた。あれは全部僕のものです。生きているうちに少しずつ集めました。これを箱に入れておけば、20年後に箱を開けたとき、僕の一部もそこに出てこられると思ってからです。僕はみんなと同じ時間を生きたかったです。でも、それは無理でした。だからせめて20年後、同じ場所にいたかったです。先生は手紙を持つ手を少し震わせながら、最後の部分を読んだ。だけどもう一つ、お願いがあります。もしまだ僕のことを覚えている人がいたら、タイムカプセルを埋めた日のことを思い出してください。あの日最後にみんなで写真を撮りましたよね。あの写真、僕とっても好きなんです。だって、あの写真の時だけみんな僕の方を見てくれていたから。そこで先生は手紙を読むのをやめた。誰も何も言わなかった。風の音だけが聞こえた。写真？誰かがそう言った。タイムカプセルを埋めた日の写真。確か誰かのカメラで撮ったはずだった。あ、俺それ持ってるかも。そう言って一人がスマホを取り出した。昔の写真をデータ化して持っているらしかった。そしてしばらくスマホを操作して、あった、と言った。みんなでそのスマホを覗き込んだ。そこには20年前の俺たちが写っていた。校庭でタイムカプセルを埋めた後、みんなで並んで撮った写真。前の列に女子、後ろに男子、真ん中に先生。そして一番端の後ろに少しだけ離れて水野が立っていた。みんなカメラの方を向いて笑っていた。でも水野だけはカメラではなくて横を見ていた。水野の視線の先を見て俺は気づいた。写真の中の俺たちは全員水野の方を見ていた。カメラではない水野の方を見ていた。変な写真だった。まるで水野を囲むみたいに全員が水野の方を向いて立っている。誰かが言った。あれ？こんな写真だったっけ？その時先生が小さな声で言った。あの日、水野が倒れたんだ。全員先生を見た。そして先生はゆっくりと話し始めた。タイムカプセルを埋め終わった後、写真を撮ろうとして並んだ時、水野が急に倒れたらしい。過呼吸みたいになって、その場にしゃがみ込んでしまった。そしてみんなびっくりして、水野の方を見た。その時、誰かがシャッターを押してしまった。だからあの写真は、全員がカメラではなくて、水野の方を見ている写真になった。先生は、水野を保健室へと連れて行った。その時水野が先生に言ったらしい。先生、さっきの写真、僕写ってましたか？先生は、写っていたよ、と言った。
水野は少し笑って、こう言ったらしい。よかった。あの時みんな、僕のこと見てくれていたから。ちゃんと、あそこにいたって残りますよね。先生の話を聞いたとき、胸の奥が少しだけ痛くなった。水野はずっと誰かに見ていて欲しかっただけなのかもしれない。いじめられていたわけではない。でも誰からも見られてはいなかった。いない人みたいに扱われていた。だから水野は自分の髪や爪や歯を箱に入れて20年後にここに出てこようとした。みんなと同じ場所に来ようとした。その日の帰り、みんなで校門のところまで歩いた。振り返ると、さっき埋め直したタイムカプセルの場所が見えた。夕方で、校庭にはもう誰もいなかった。でも、タイムカプセルを埋めた場所のところに、誰かが立っているように見えた。黒いコートを着た細い人影。風もないのに髪だけが揺れていた。その人影は校庭の真ん中に向かってゆっくりと歩いていった。まるでこれから写真を撮る場所に向かうみたいに。そして途中で立ち止まってゆっくりとこっちを向いた。顔はよく見えなかったけれど少しだけ笑った気がした。そしてその後同窓会の写真が送られてきた。ホテルの前で撮った集合写真だった。何気なく人数を数えて少しだけ合わない気がした。一人多い気がしたんだ。一番後ろの列の端に知らない男が一人写っていた。痩せていて髪が少し長くて静かに笑っていた。その男はカメラではなくて少し横を見ていた。その視線の先には誰も映っていない空間があった。でもなぜかわかった。あそこに水野が立っているんだと思った。写真の裏に手書きで文字が書いてあった。誰の字かわからない細い字だった。やっと同窓会に来られました。と。そのロケは樹海の近くで行われた。番組の企画で山道を歩きながら自然を紹介するという内容で、心霊とは全く関係のない普通の撮影だった。俺はその番組に呼ばれたタレントで、朝からスタッフと一緒に山へ入り、カメラを回しながら歩いていた。遠くには樹海が広がっていると聞かされていたが、撮影場所はあくまで山道の途中で、樹海そのものに入ることはないと説明されていた。スタッフも多く、カメラマンや音声さん、それに俺のマネージャーも近くにいたので、特に怖いと思うような空気もなく、撮影は終始和やかな雰囲気で進んでいた。森の中は静かだったが、鳥の声が聞こえ、風も少し吹いていて、普通の山の撮影という感じだった。途中で休憩を挟みながら何本かコメントを取り、山道で歩くシーンも撮影して、昼過ぎには予定していたカットはすべて終わった。スタッフが機材を片付けている間、俺は少し離れた場所で山の奥を眺めていた。遠くに広がる森の中は、さっきまで歩いていた場所よりもずっと暗く見え、その奥に樹海があるんだと思うと、なんとなく近づきたくない雰囲気を感じた。その時背後からマネージャーが声をかけてきた。もう車を出すので戻ってきてください。と言われ、俺はそのままスタッフのところへ戻り、全員で車に乗り込んで山を降りた。ロケはそれで終わりだった。その日の夜も特に変わったことはなく、
疲れていたこともあって家に帰るとすぐに眠ってしまった。異変が起きたのはその数日後だった。夜中に目が覚めた瞬間、体が全く動かないことに気づいた。手も足も動かず、声も出ない。胸の上に重たいものが乗っているような感覚があり、呼吸もしづらかった。これはいわゆる金縛りだと気づいたが、それまで一度も経験したことがなかったので、最初はかなり焦った。目だけは動くので、部屋の中を見回していたが、暗い天井が見えるだけで、特に変わったものはなかった。しばらくすると、体はゆっくりと動くようになり、金縛りはそのまま自然に解けた。その時は、疲れていてからだろうと思っていたんだ。だがその夜を境にして、同じことが何度も起こるようになった。最初の金縛りは、ただ疲れていただけだと思っていた。ところが次の日の夜も、また同じことが起きたんだ。眠っていたはずなのに、突然意識だけがはっきりして、体が全く動かなくなる。手も足も動かず、声も出ない。胸の上に重たいものが乗っているような感覚があり、呼吸をするのも苦しかった。目だけは動くので、部屋の中を見回してみるが、暗い天井と壁しか見えない。誰かがいるような気配はないのに、体は全く言うことを聞かなかった。しばらくすると、自然に体が動くようになり、金縛りはそのまま解けた。その時はまだ寝不足や疲れのせいだと思っていた。だが同じことが何日も続くと、さすがに気味が悪くなってくる。夜になると、またあれが来るんじゃないか、という不安が頭に浮かぶようになり、布団に入ってもなかなか寝つけなくなった。そしてある夜、また同じように金縛りが起きた。体が動かない状態のまま天井を見上げながら、またかと思った瞬間、なぜか急に腹が立ってきた。ここ最近ずっと続いていたので、怖いというよりも、いい加減にしてくれという気持ちの方が強くなっていた。そこで思いっきり力を入れて体を起こそうとした。すると次の瞬間、体が急に軽くなった。そのまま上半身を起き上げた。今まで何をしても動かなかったのに、その時だけはあっさりと金縛りが解けたんだ。だが体を起こしたまま、しばらく部屋の中を見回していると、急に怖くなってきた。もしまた動けなくなったらどうしよう、と思い、スマホを手に取ってマネージャーに電話をかけた。こんな時間に迷惑だと思ったが、どうしても一人でいるのが不安だった。電話に出たマネージャーに事情を説明し、怖いから一緒にいてほしいと頼むと、少し驚いた様子だったが、すぐに行きますと言ってくれた。それからしばらくしてマネージャーが家に来てくれた。俺はその安心感でようやく落ち着き、そのまま布団に入り、気がつくと深く眠っていた。だがその翌日から今度は別の異変が起き始めた。その朝起き上がろうとしたとき、足に妙な違和感を覚えた。両足が重く、靴下がきつく感じる。なんだろうと思ってみると、足首からふくらはぎまでがはっきりとわかるほどむくんでいた。最初は寝方が悪かったのかと思った。だが時間が経っても腫れは引かず、むしろ夕方になる頃にはさらにひどくなっていた。歩くと足が重く、階段を登るのも辛かった。触ってみると、まるで水が溜まっているような感覚だった。俺はさすがにおかしいと思い、マッサージ店に行って足をほぐしてもらったが、その日は少し楽になった気がしただけで、次の日になるとまた同じ状態に戻っていた。その後も、整体やマッサージをいくつか回ったが、原因はわからず、むくみは全く良くならなかった。日が経つにつれて、足の重さは少しずつ増しているような気がして、歩くたびに嫌な感覚が残るようになった。不安になった俺は母親に電話をして事情を話した。
すると母は少し考えてから、知り合いに腕のいい整体師がいる、と言い、その人なら一度見てくれるかもしれないと言って、連絡先を教えてくれた。俺は予約を取り、数日後にその整体師へ向かうことになった。古い一軒家のような建物で、看板も小さく、普通の整体院というよりは個人の家のような雰囲気だった。玄関の前に立ち、軽くノックをしてからドアを開けた瞬間だった。中にいた整体師が、こちらを見るなり突然大きな声を出した。入るな。あまりにも突然のことだったので、俺はその場で立ち止まってしまった。何が起きていたのか理解ができず、ただ入り口の前で固まっていると、整体師はじっとこちらを見ながら、ゆっくりと近づいてきた。そして俺の足元を見たまま、低い声でこう言った。兄ちゃん、変なもん連れてきたな。突然そんなことを言われ、俺は意味がわからずその場に立ったまま固まってしまった。整体師は玄関のところまで来ると、しばらく俺の足元を見つめたまま動かなかった。やがて小さく息を吐きながら、心当たりはないのかと聞いてきた。俺は何のことを言っているのか理解ができず、とりあえず最近の体調のことを説明する。すると整体師は首を横に振りながら、そういうことじゃないという。どこかおかしな場所に行ったかと聞かれたので、心霊系の仕事は NG にしているから、そういうところには行っていないと答えた。しばらく考えてから、樹海の近くでロケをしたことを思い出し、その話をすると、整体師はすぐにうなずいた。やっぱりそこだな、と言いながら、もう一度俺の足を見る。そして静かな声で言った。そこには何人もいる。お前の両足を掴んでいるんだ。背中に冷たいものが走った。冗談を言っているような様子ではなく、本気で言っている顔だった。その言葉を聞いた瞬間、数日前の夜のことが頭に浮かんだ。あの時マネージャーに電話をして、うちに来てもらったはずだ。もし何かあったとすれば、あの夜かもしれないと思い、その場でスマホを取り出してマネージャーに電話をかけた。電話に出たマネージャーに、あの日、一緒に家に来てくれたよねと聞いてみた。すると少し間があってから、不思議そうな声が返ってきた。え？何の話ですか？金縛りが怖くて電話をした夜のことだと説明すると、マネージャーははっきりした声で言った。そんな電話は受けていないし、その日は一度も外に出ていないですよ。その言葉を聞いた瞬間、頭の中が真っ白になった。ではあの夜、俺の部屋で一緒に寝ていた人は誰だったのか。その時整体師がぽつりとつぶやくように言った。そりゃそうだろう。お前の足を掴んでる連中の中に、一人だけ違う奴がいる。そいつは足じゃなくて、最初からお前の横に寝てたんだ。その言葉を聞いた瞬間、あの夜の記憶がはっきりと思い出された。布団の隣にいたマネージャーは、ずっとこちらに背中を向けたままで、一度も顔を見せなかった。そして夜中に目が覚めたとき、隣の布団は空になっていた。その時は先に帰ったんだと思っていた。だが今になって考えると、一つだけどうしても思い出せないことがある。あの夜、家のドアを開けて入ってきた音を、俺は一度も聞いていなかった。